ザ・ディベートへようこそ。本日のテーマは2026年の中国共産党体制、その安定性についてです。情報源からはですね、体制が深刻な危機にあることを示唆する兆候が次々と報じられていますが、その解釈は大きく分かれています。そこで本日は、現在の危機は観測可能な権力闘争の帰結なのか、それとももっと大きな歴史的あるいは象徴的な力が働いているのかという問いを立て、議論を深めていきたいと思います。私自身は軍や官僚組織に見られる具体的な亀裂こそが体制の脆弱化を示す決定的な証拠だと考えています。なるほど。その見方も、もちろん理解できます。ですが、私はですね、今の中国で起きていることは、個別の政治現象として見るだけでは、その本質を見余ってしまうと考えているんです。予言であるとか、あるいは伝統的な周期論といった、より大きな文脈の中に置いたとき、初めてその本当の意味が見えてくる。つまり、象徴的な出来事の中にこそ、真実が隠されているというのが私の立場ですね。ではまず、私が見ているその具体的な政治の動きからお話しさせていただきましょうか。習近平体制が外から見る以上に深刻な不安定化に直面している、これは単なる憶測にはないんですね。例えば最近の軍の動向です。習近平氏が軍の最高幹部たちと直接会わずにビデオ会議で済ませているという事実、これだけでも異例ですが、問題は中国全土を管轄する五大戦区の司令官がその会議に一人も出席しなかったことです。ほう、一人も。これは単なるスケジュールの都合などではありえません。軍のトップが最高司令官の呼びかけを事実上無視している。これは、命令系統が中枢で麻痺している可能性を示す極めて危険な兆候です。さらに政権が公式に革命的鍛造という言葉を使い始めたことも見過ごせません。鍛造というのは鉄を真っ赤に熱して不純物を叩き出す工程ですよね。つまり政権自らが軍内部には大規模な粛清を引き落とするほどの不純物が存在すると公言しているに等しいわけです。これは自信の表れというよりは、むしろ統制が効かなくなったことへの焦りでしょう。治安部門も同様でしてね、トップの王将法に健康不安説が流れ、公認候補の王中林は国理とか強権とまで呼ばれる強硬派。信頼できる側近が枯渇し、恐怖政治に頼らざるを得ないほど習近平氏が追い詰められている、その状況が透けて見えるわけです。官僚たちの言葉遣い一つとっても体制への忠誠心が揺らいでいるのは明らかだと思いますね。そうした個別の事象が起きていることは事実でしょう。私もそれは認識しています。ただ問題はなぜ今なのかということなんです。私はそれらの事象はすべてより大きな歴史のうねりのいわば結果として現れているに過ぎないと考えているんですね。例えば英国の預言者クレイグ・ハミルトン・パーカー、彼はかなり以前から2026年を中国にとっての清算の年と予見して、内部からの崩壊、経済の破綻、そして習近平氏個人の問題まで具体的に指摘していました。これを単なるオカルトと片付けるのは簡単です。しかしこれが中国古来の周期論と実に見事に符合するんですよ。2026年は60年に一度の赤羽の年、そしてより大きな180年周期の九死理化運、つまり五行思想で最も変化と動乱を象徴する火のエネルギーが頂点に達するサイクルのまさに真っ只中にある。歴史を振り返ると、北宋が滅亡した安江の変もこの2つの火の周期が重なる時期に起きていました。これは果たして偶然でしょうか。現代における火はテクノロジー、特に AI の爆発的な進化としても解釈できるわけです。そして何より象徴的なのが、国営メディアである新華社が最近になって国内外の SNS で一斉に拡散した馬王子を一口噛むという動画です。習近平氏のあだ名が馬王子であることは誰もが知っていますよね。これは体制内部で起きた何らかの重大な変化、おそらくはクーデターのような権力移動を暗号として内外に示した完成発表と見るべきではないでしょうか。その馬王子の動画の話は、非常に興味深いですが、まさにそこが我々の見解が分かれるポイントですね。証拠の性質についてですが、私が挙げた軍司令官の欠席や官僚の使う言葉の変化というのは、少なくとも観測可能で政治分析の土台に載せられる、客観的なデータです。もちろんその解釈に幅はあるでしょう。しかし馬王子の動画をクーデターの暗号と解釈するのは少し飛躍しすぎてはいませんか。それは分析というより希望的観測が入り込んだ憶測ではないかという疑問が膨えません。どうすればそれが単なる PR の失敗などではなく意図的な暗号だと断定できるんでしょうか。いい質問ですね。鍵はその動画がどのように拡散されたかなんです。秘密主義の独裁体制では公然とトップを失脚させましたなんて発表するわけがありませんから。それはそうでしょうね。はい、体制内の人間あるいは海外のインテリジェンス関係者に向けて真実を伝えるにはやはり象徴的なメッセージを催するしかない。もしあれが単に国内向けのプロパガンダ映像なら、人民日報とか CCTV の国内向けアカウントで流せば十分なはずです。
ところが新華社という党の喉元がわざわざ YouTube や Facebook といった海外のプラットフォームでハッシュタグバイトオブバオジーといった英語のタグまでつけて大々的に拡散している。これは異常です。この異常さこそが、それが単なる失敗ではなく極めて意図的なシグナルであることの証拠なのです。あなたがおっしゃる客観的なデータも結局は政権がコントロールした情報です。その裏に隠された意図を読み解くには、こうした象徴的なサインの分析が不可欠だと私は考えます。なるほど。情報の発信方法そのものに着目するわけですね。その視点は認めますが、それでも私は危機の根本的な原因をもっと現実的な人間的な要因に求めたい。つまりこの危機は避けられない歴史の必然などではなくて、習近平という個人の統治スタイルが招いたいわば人災だと見ているんです。彼は反腐敗を掲げて政敵を粛清し権力を集中させましたが、その過程で信頼できる有能な側近をあまりに多く失いました。陸強、新京元、李尚福、次々と失脚あるいは不審な死を遂げている。結果として彼の周りには何というか無能なイエスマンか面従腹背の官僚しか残らなかった。自ら築いた恐怖政治のシステムによって今は自分が孤立し正確な情報が上がってこない状況に陥っている。これは権力者が末期な状況に追い詰められた時に見せる典型的な行動パターンですよ。歴史の周期ではなく彼個人の失敗がもたらした当然の結果だとそう思います。その見方にも一理あります。彼の個人的な質が状況を悪化させている面は、否定はしません。しかし私は習近平氏は個人の失敗を超えたもっと大きな力の本流に飲み込まれているように見えるのです。考えてみてください。中国共産党のスローガンは心身の火は燎原を焼くべし、シンボルカラーは赤。五行思想で言えばまさに火の属性を持つ政権です。その政権が180年に一度の火のエネルギーが最高潮に達する時代を迎えている。その頂点に立つ指導者が極端で破壊的なエネルギーを体現するような行動に出るのはむしろ自然な流れではないでしょうか。彼は原因ではなくこの時代そのもののエネルギーが通過するいわば媒介に過ぎないのかもしれない。歴史のエネルギーの体現者ですか？そうなると当然この先の未来についても見方が大きく変わってきますね。私は仮に習近平氏が失脚したとしてもそれはあくまで政治的な再編につながると見ています。もちろん大きな混乱は避けられないでしょう。しかし中国共産党という巨大な官僚組織には自己保存の本能がありますから、党内の長老や他の派閥が結託して一時的な集団指導体制に移行したり、あるいは別の強力なリーダーを立てて権力闘争が続いたりするかもしれない。つまり指導者は交代しても共産党という支配体制そのものは形を変えて存続する可能性は十分にある。そう簡単には崩壊しないのではないでしょうか。いや、その見方にはどうしても同意しかねますね。それは少し楽観的すぎるのではないでしょうか。予言や周期が示しているのは単なる指導者の交代劇のようなそんな小さな話ではないんです。パーカーの予言が示すのは中国の断片化であり、周期が示唆するのは安公の変のような王朝そのものの終わりです。つまり体制の完全な崩壊です。そして今回のサイクルの得意な点は AI という技術的得意点がこの歴史的転換点とぴったり重なっていること。これは過去のどの王朝交代とも質が異なります。 AI による大規模な失業、社会構造の根底からの変革は共産党がこれまでのように力で民衆を抑え込めるレベルをやはり超えるでしょう。これは単なる政治危機ではなく社会全体の OS が書き換えられるような文明レベルの転換点になる可能性を秘めている。政治的な再編などという静安いレベルではなく、私たちが知っている中国という国家の在り方そのものが根本から変わってしまう。その入り口に我々は立っているのだとそう思います。議論を通じて我々の視点の違いがより鮮明になったように思います。私はやはり中国共産党が直面している危機は権力構造の内部崩壊という具体的な政治理学の観点から分析可能であり、観測できる事実を一つ一つ積み重ねることでその深刻さを理解できると改めて強調したいと思います。そして私は現在の出来事は単なる権力闘争というミクロな視点だけで捉えるのは不十分であり、伝統的な周期論や象徴的な予兆といったより広範な歴史的文化的文脈の中で理解する必要があると改めて主張します。個々の政治事象はその大きなうねりの表面に現れた波紋に過ぎないのです。ただ中国の未来が極めて不確実で重大な岐路に立たされているという点では我々の見解は一致していますね。今日の議論が示したように観測可能な政治の現実とその背後で人々の意識や行動を動かしているかもしれない象徴的歴史的な意味合い、その両方から複眼的に物事を考察することがこの複雑な状況を理解する鍵となるのかもしれません。まさしく一つの視点に固執していては全体像は見えてきませんからね。情報源には我々が今日触れることのできなかったさらに探求すべき多くの側面が残されています。物事の一面だけを見て結論を出すのはあまりにも危険でしょう。こんにちは。さて、中国にまつわるいろいろな話がなぜか不思議と2026年っていう一つの年に集まってきている。
そんな噂聞いたことありますか？今日はですね、このネット上で囁かれている謎の言説、その核心にぐっと迫って、一体何がどう語られているのか、これを具体的に、そして分かりやすく解説していきたいと思います。というわけで、早速本題に入りましょう。今ネット上ではですね、中国がとてつもなく大きな政治の渦に巻き込まれるんじゃないかという分析や予測がものすごい勢いで広まっているんです。そしてその多くが口を揃えて言うのが、2026年こそが生産の年になるということなんですね。一体これはどういうことなんでしょうか？この話、単なる一つの突飛な噂話じゃないんですよ。情報源によれば、古代から伝わる予言、そして現代の政治に見られる奇妙なサイン、さらには暗号めいたメッセージ。この全く異なる3つの意図が、まるで一つのタペストリーを織りなすかのように絡み合って、すぐそこに迫る危機の全体像を描き出しているというんですね。まずはその一つ目から見ていきましょうか。はい、まずはこの議論の中でも一番ミステリアスな部分からですね。つまり、古くからの予言とか、あるいは現代の予測が一体何を指し示しているのか、その核心に迫っていきます。この説の根拠として非常によく引用されるのがイギリスの霊能者パーカー氏の予測です。彼は2026年が中国共産党という体制にとって終わりの始まりになるんだと、かなり具体的でしかも深刻な警告を発しているんですね。この予測がこれだけ注目される理由、それは何といってもその具体性なんです。スライドが示している通り、党内の深刻な分裂とか、経済の崩壊といった政治経済の混乱だけじゃない、最高指導者の健康問題、さらには大規模なインフラ災害、例えば列車の事故や三峡ダムまで、ものすごく多岐にわたる危機が示唆されているんですよ。しかも、この現代の予言はですね、中国の伝統的な考え方とも不思議とリンクするんです。それが、この赤羽紅葉の最悪。これは歴史的に見ても大きな動乱とか災害が起こるとされる60年に一度の不吉な年なんですが、なんと2026年がまさにその赤羽の年にぴったり当たるわけです。さらに話はそれだけじゃないんです。アナリストたちが指摘するのは、この60年周期のサイクルが単独でやってくるわけじゃないという点。同じく火のエネルギーを持つもっと大きな180年というとんでもないサイクルと重なることで、その影響が桁違いに増幅される可能性があると、まさに占星術の世界でいうところのスーパーストームが生まれつつあるというわけなんです。さて、ここまではちょっと神秘的な予言の世界の話でした。でもこの話はそれだけでは終わりません。ここからはアナリストたちが、これはどう見てもおかしい、極めて異例だと指摘している中国の権力構造の内部で今まさに起きている具体的な出来事に焦点を当てていきたいと思います。その象徴的な出来事として挙げられるのが、今年の2月に行われたあるビデオ会議です。習近平主席が軍に対して演説した非常に重要な場面で、なんと中国全土を管轄する5大戦区の司令官たちが一人残らず画面に姿を見せなかったんです。これ、軍のトップが最高指導者を公然と無視したとも取られかねない、はっきり言って前代未聞の事態ですよね。さらに不穏な空気をかき立てたのが、その会議での習主席の言葉選びです。彼が使った革命的鍛造っていう言葉は、これまるで不純物だらけの鉄をハンマーでガンガン叩き直すみたいな、ものすごく強い響きがあるんですね。これは軍の内部に深刻な忠誠心の問題があることを彼自身が認めてしまったようなものだと解釈されているんです。そして権力の中枢にいる人たちがいかに厳しい状況に置かれているか、このスライドがそれを鮮やかに物語っています。習主席の腹心中の腹心、王小本公安部長の顔つきの変化を比べてみると、健康状態が劇的に悪化しているんじゃないかという声が上がっているんですね。これは単なる個人の健康問題というより、権力中枢での計り知れないストレスとか激しい対立の表れなのかもしれません。中国の政治ニュースでは、引退した長老たちが元気な姿を映像で見せるっていうのは、体制が盤石であることをアピールするすごく大事な儀式なんです。それなのに名前をただ読み上げるだけで写真も映像も一枚もなし。この異様なニュースは何か見せられない深刻な対立があって、それを取り繕うための苦入の策なんじゃないかと見られているわけです。さあ、予言、そして政治的な兆候と見てきましたが、最後は一番深いで、そして最も憶測を呼んでいる証拠のレイヤーです。何かというと、一見すると心温まるネットで拡散された動画が、実は政権転覆を告げる秘密のメッセージなんだと解釈されている、そんな驚くべき説についてです。中国の国営メディアである新華社などが、旧正月の時期にですね、奉仕を一口かじるというタイトルの動画を公開しました。内容はある兵士を称えるもので、一見するとよくあるプロパガンダ動画に見えるんですが、その内容がまるで暗号解読の対象のようになっているんです。さあ、ここからがこの説の一番面白いところかもしれません。アナリストたちはこの動画をまるでパズルを解くかのように読み解いていくんですね。まずステップ1、奉仕。これはもう習近平主席を揶揄する有名なニックネームですよね。次にステップ2、その奉仕をガブリと行く国境警備の甲骨班。これが党の長老とかあるいはライバル派閥といった絶大な力を持つ誰かを象徴していると。
そしてステップ3、この2つを組み合わせるとどうなるか。結論は、習近平が権力の座から引きずり下ろされたというとんでもないメッセージが隠されているということなんです。この説が多くの人を引きつけている最大の理由、それは国営メディアの不可解な行動にあるんです。もしこれが単なる国内向けの動画だったら、話はまた別だったかもしれません。でも、彼らはこの暗号みたいな動画をわざわざ YouTube とか Facebook といった西側の SNS で世界に向けて大々的に宣伝したんですよ。一体誰に何を伝えたかったんでしょうか。さあ、ここまで予言、政治的な兆候、そして暗号メッセージと一見するとバラバラに見える3つのピースを見てきました。ではこれらが全部組み合わさったとき、一体どんな全体像が浮かび上がってくるんでしょうか。情報源が主張しているのはこういうことなんです。これら3つの意図、神秘的な予言、具体的な政治の亀裂、そして象徴的なメッセージがバラバラに起きているんじゃなくて、全部が一つの方向を指し示しているんだと。それぞれがパズルのピースのようにカチッとはまって、2026年に向けてとてつもなく大きな政治の嵐が迫っているという一つの強力な物語を紡ぎ出しているというわけなんです。最終的にこうした一連の話は私たちにすごく大きな問いを投げかけてきます。中国のような中がなかなか見えない政治システムを外から観察するとき、私たちは何が本当に危機のサインで、何が単なる憶測や、あるいはそうあってほしいという願望から生まれたノイズなのか、これをどうやって見分ければいいんでしょうか。真実はもしかしたらその境界線の非常に曖昧なところにあるのかもしれません。皆さんはどう考えますか？